皆さんごきげんよう、上川かおるです。世界では様々な出来事が起こっています。特に今はトランプ関税の影響によって世界で激震が走っています。影響はまだまだ広がりそうです。今回取り上げる主な話題としては、アメリカの動向とともに、その影響がロシアやウクライナ情勢に与える影響についても取り上げていきます。まず最初に前提となるのはトランプ関税。トランプ大統領は相互関税だとして世界中数多くの国々に対して関税をかけました。しかし、相手国がアメリカに対して強い関税をかけているわけではない国々に対しても関税をかけています。関税を完全に取っ払いましたよと発表したイスラエルなどの国にも関税はかけていますし、そもそも人間が住んでおらず、住民がペンギンやアザラシしかいないようなところにも関税をかけました。一方において、ロシアに対する関税はかけておらず、なぜ関税をかけたのか、根拠が非常にあやふやなものです。ましてや、相互関税だとは言いつつも、相手国がアメリカに対してほんの数%しか関税をかけていないところに対しても何十%といった形で関税をかけていたりもします。根拠としては、相手国の関税がどうかではなく、アメリカがどれだけの貿易赤字を抱えているか、そこにばかり目をつけたものとなっています。多くの国々に高い関税を設けることによって、世界中で景気後退リスクが高まると同時に、アメリカ国民に物やサービスの値段上昇といったかなりの悪影響が心配されています。アメリカ国民にも動揺が広がる中において、トランプ大統領はかなり無神経な発言をしています。トランプ氏耐え抜け、関税発動で国民に激。トランプ大統領はほぼ全ての貿易相手国に対する一律 10% の追加関税を発動したのを受け、国民に忍耐を求める一方、歴史的な投資と繁栄をもたらすと約束した。トランプ氏は自身の SNS、トゥルースソーシャルに我々はこれまで愚かで無力なムチ打ちの柱だったが、もう違う。かつてないほどに雇用と企業を取り戻していると書き込んだ。これは経済革命であり、我々は勝利するとし、耐え抜け、簡単ではないが、最終的な結果は歴史的なものになると付け加えた。ここで言うムチ打ちの柱というのはアメリカのことを指します。トランプ大統領の経済主観は、アメリカの利益を世界中の国々がむしり取っているという姿を提示しています。そして関税をかけることによってアメリカへの投資を促してアメリカに製造業を復活させるというような姿を思い描いています。ですから現在の混乱を乗り切ることができれば、アメリカの貿易赤字は縮小し、アメリカで売られるものやサービスについては、アメリカで全て国産化ができるといった夢を描いています。ただし、こうしたトランプ大統領の意見は、多くの経済学者によって否定されており、足元の共和党からも異論が噴出しています。共和党のクルーズ上院議員、トランプ関税を批判、経済への打撃を警告。トランプ大統領を総じて強力に支持してきたクルーズ上院議員が、政権が進める関税引き上げに対して警鐘を鳴らした。アメリカ経済にとって巨大なリスクとなっており、来年の中間選挙で共和党が惨敗する恐れがあると述べた。長期的な貿易関税はインフレを加速させ、金融市場を混乱させる可能性があると指摘した。クルーズ氏は、経済的打撃が民主党による下院の奪還につながる恐れがあると指摘。可能性は低いものの、上院でも多数派を握られる可能性がゼロではないと述べた。その上で、世界各国からの輸入品に関税を課せば、国内の雇用は崩壊し、アメリカ経済に深刻な打撃を与えることになると語った。これに先立つ2日、アメリカ上院はトランプ氏による対カナダ関税に異を唱える民主党の決議案を賛成51、反対48で可決した。クルーズ氏の批判は民主党議員とともに決議案に賛成票を投じた共和党議員4人の動きとも重なる。現在アメリカの議会は上院下院どちらにおいても共和党の方が上回っており主導権を握っています。しかしそれは必ずしも盤石なものではありません。この記事の最後の方に出てきたカナダに対する関税では共和党の側から批判する人が出たため、民主党の提出した決議案に賛成する人が出て可決されたのです。そして、関税をかける政策を今実施している最中において、取り巻きの一人であるマスク氏からも異論が出ています。マスク氏、ヨーロッパとアメリカで
将来的には関税ゼロ望ましい。マスク氏は、アメリカが世界各国への関税強化を進めているにもかかわらず、ヨーロッパとアメリカとの間で将来的には関税ゼロが望ましいとの見解を述べた。マスク氏は、ヨーロッパと北米に事実上の自由貿易圏を創設するべきだとの考えを示した。ビジネスでの往来の自由度が増すことの利点も強調した。トランプ大統領に助言したとも語った。なお、こうした自由貿易圏については、トランプ大統領以外の大統領には、ある程度共通の認識であり、これまでは推進されてきました。例えば、北米地域における自由貿易圏協定は、すでに実施されていました。カナダやメキシコとの間における貿易には関税ゼロといったものがアメリカとの間で条約として結ばれていたのです。そのためアメリカの企業もカナダやメキシコに事業所や工場を建て、北米全体での最適化といったものが行われてきたのです。マスク氏の発言というのはこうした北米の自由貿易協定といったものをさらにヨーロッパとの間でも結んで、より広い地域における関税をなくすべきだという話をしています。しかし、関税をなくすということはそれに伴って企業は必ずのように電気代が安いところや法人税が安いところ、そして人件費が安いところなどを比較検討した上で、どこで物を作ってどこで販売するか、どこで税金を納めるかといったことを様々自由に選択するものです。それらの選択の結果として、アメリカではなく税率の安い国に本社を移転したり、人件費の安いところに工場を建てたりといったことを行うのです。トランプ大統領のアメリカで売るものについてはアメリカで製造せよといったかなりの強い保護貿易主義とは全く異なる思想だと言えるでしょう。人件費の高いアメリカにおいて他の国との関税がゼロになれば必ずのように他の国で安く製造する動きが加速するのです。それはトランプ大統領の行っている政策とは全く異なるものだと言えます。そしてトランプ関税の影響というものはロシアにも及んでいます。なお、ロシアに対しては関税は発動されていません。一方で、ロシアが侵略しているウクライナに対しては関税がかけられています。どちらの方が優遇されているかは明らかでしょう。しかし、世界的な景気後退といったものが起これば、関税がかけられていないロシアであっても、その悪影響が及びます。そのため、ロシアでも株価の下落といったものが引き起こされました。モスクワタイムズより、強力な危機が進行している。ロシアの株価はトランプの関税と原油価格の暴落で2日間で2兆ルーブル下落。トランプ大統領が過去100年で記録的な輸入関税を課す決定を下し、OPEC プラス諸国が生産量を大幅に増やす決定を下したことで、原油価格が暴落する中、ロシア株式市場は2年半で最悪の週となった。取引所のデータによると、モスクワ証券取引所の株式市場の時価総額は2日間で2兆ルーブル減少。大手企業43社の証券を含むモスクワ証券取引所株価指数は週末までに 8.05% 下落し、動員をめぐるパニックが市場を覆った2022年9月以来、最悪の結果となった。ロシアの主だった企業、銀行業のズベルバンクは 5.2%、エネルギー資源企業のガスプロムは 4.9%、その他、軒並み大企業が 5% 前後の下落をしました。なお、トランプ大統領の全く手の及んでいないところでも、ロシアに対する打撃が起こる出来事が発生しています。それが、石油の増産です。OPEC プラス原油供給、5月は当初計画よりさらに増産。サウジアラビアなど主な産油国で作る OPEC プラスは4月から始めた原油の供給拡大に関連し、5月は当初の計画よりさらに増産の量を増やすと明らかにしました。OPEC プラスは原油価格の下支えを図るため、これまで増産には慎重だと見られてきましたが、今回の方針の理由については前向きな市場の見通しを踏まえたなどと説明しています。減産の段階的な縮小などを通じて実質的な増産へと踏み切っている状態なわけです。しかし、世界経済が後退するかもなというような状況の中において増産をすればバランスが変わります。景気の停滞や後退といったものが起きるときにはエネルギーに対する需要は必ず弱くなります。そのような時に供給量が増えればエネルギー価格が低下することとなります。エネルギーを海外からの輸入に頼っている日本にしてみればこれは良いことなのですが、一方で
エネルギー資源を海外へ売り込むことによって戦時経済を成り立たせているロシアにとってはかなりの痛手となるでしょう。そしてトランプ大統領の友好国や同盟国に対しても強い関税をかける姿、そしてヨーロッパの安全保障はアメリカはもはや気にもかけないかもしれないといった話が出ていることから信頼が揺らいでいます。そうした信頼の低下に伴ってアメリカに預けている金を本国へと戻すべきではないかといった議論が起こり始めています。ドイツ、トランプ関税への報復として金1200トンの返還要求か。ドイツは経済パートナーとしてのアメリカの信頼性に対する疑念が高まる中、アメリカに保有する外貨準備高の一つである金を引き上げることを検討している。ドイツのビルト紙が情報筋を引用して報じています。アメリカのニューヨーク連邦準備銀行の金庫には世界中の国々が大量の金を預けています。これは信頼のもとに成り立っている話なのですが、アメリカが将来的にもはや信頼できないかもしれないなという話になったことから、改めて自分の手元に金を置くべきだという議論が始まっています。ちなみに日本も日銀が700トン以上の金を保有しており、その大半がドイツと同じくアメリカに預けられていると見られています。現在の日米関係からすれば、この金を接収されるといったことは今のところは考えられませんが、金価格の上昇といったこともあり、もしも日米で政治的に対立するようなことがあれば、接収されるかもしれないといったことを考えて、保有している金は自国で管理するといった方向へと考えを改める方が良いかもしれません。続いて話はウクライナ情勢。現在アメリカのトランプ大統領によるロシアとの間でのウクライナ停戦協議は全く進んでいません。プーチン大統領の時間稼ぎは残念ながら成功しているようで、外交は足踏み状態です。一方で、戦闘は継続しており、ここ最近でもロシア軍によるウクライナの民間人殺害といったものは続いています。ウクライナのゼレンスキー大統領、アメリカに失望感、対ロシア、こんなに弱い反応だとは。ウクライナのゼレンスキー大統領は、幼い子供を含む多数が死傷した南部へのロシア軍の攻撃をめぐり、アメリカのブリンク駐ウクライナ大使がロシアを名指しで非難しなかったとして、あまりにも弱い反応だ、不快なほどに驚いたと不満を表明した。ロシア軍は住宅街にミサイルを撃ち込み、子供ら19人が死亡。70人以上が負傷した。駐ウクライナアメリカ大使は、この攻撃に対して恐怖を覚える。だから戦争を終わらせなければならないと投稿はしたが、ロシアには全く触れなかった。ロシア軍による民間人殺害といったものが繰り返されているわけですが、一方においてウクライナは限られた資源でのドローン政策をロシア軍の軍事物資攻撃へと振り向けています。ウクライナのドローンがロシア唯一のドローン用光ファイバー工場を攻撃。今回ウクライナ軍が攻撃したのはロシアのサランスクという場所にある航空機用光ファイバー生産工場です。建物を黄色く塗っているところで、かなり目立つ場所です。夜間に行われた攻撃は映像に残っていませんが、日中行われた攻撃では映像が公開されています。飛行機型のドローンが建物に直進しています。全くこれらを妨げるようなロシア軍の姿は見当たりません。工場の被害がどれほどで、生産にどれほどのダメージを与えられたかはわかりません。ただ、こうした軍事関係の工場に対する攻撃は反撃として国際的にも認められているものですから、ウクライナとしてはこれからも継続的に行うことが重要でしょう。光ファイバーを使った有線式の小型ドローンはロシア軍だけではなくウクライナ軍の方も採用しています。ウクライナ軍、有線型無人機を前線に投入。光ファイバーのケーブル搭載、射程20キロ。シルスキー総司令官は、我々は有線型無人機の数と能力を増強し続けていると強調した。無線型の無人機は操作に用いる特定の周波数を敵に検出されれば無力化される恐れがある。光ファイバーを積んだ有線型は機動性が低下するものの通信、映像が途絶えず操作も簡単だという利点がある。強力な電子戦装備が整っている地域においては無線型の小型ドローンは敵にたどり着く前に操作不能になって地面に落ちてしまいます。それはどちらの軍にとっても同じことなので、これを回避するための光ファイバーを使った有線式の小型ドローンといったものが多数使われるようになっています。こうした技術競争と兵器の進化については日進月歩のものであり、日本の場合だと
ウクライナに何かしらの支援をすることによって戦場で得られた知見を見返りとしてもらうようなしたたかさが日本には必要だと思われます。トランプ大統領のアメリカ国内での政策、不法移民に対する取り締まりの強化、またバイデン政権下で進んでいった DEI 政策やトランスジェンダー政策の関連の話を修正しようという流れなどは、これは日本もちゃんと見ておかなければならない政策です。ところが、トランプ大統領の進めている国際的な影響の強い政策、関税を強くかけるといった話や、ウクライナ情勢に関して、ウクライナに対しては関税をかけるし、新規の軍事支援は行わないし、それでいて、ロシアに対しては停戦協議を通じてロシア側の要望ばかりを受け入れるといった姿勢などは非常に問題点が多いです。トランプ大統領の任期は正式には1期4年で、この4年間を乗り切ることが日本にとっても重要なのですが、同時にその短い間でもかなり国際情勢をかき乱し、また国際秩序を崩壊させる方向へと様々な動きが続いています。それだけに日本国内の政治のことも大事なのですが、日本の外で何が起こっているかについてもぜひとも関心を失わないようにしてください。何しろ世界で起こっていることの影響が必ず日本に対しても影響を与えるものなのですから。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用も検討をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。